シンプルで簡単、今日は自宅でこういうブレスレットを作りましょう。はい、改めまして今日はブレスレットね、自宅で作ろうということで、第2弾ですよね。前回好評だったもんですから立て続けにね、自宅で何かこの余ってる時間、余ってる時間っていうこともないんでしょうけど、忙しくて大変な時期ですからね、時間がこう少しある時にね、何かこう集中できるものがあればいいんじゃないのかなっていうことでね、お届けしてるんですけれども、ご覧いただけましたでしょうかね、前回ね。で前回はフレーム包み編みということでシンプルなんですけれども簡単にできちゃう、そして丁寧に解説を入れてましたので、動画だけを見ればねある程度できちゃうんじゃないのかなとは思うんですよね。でこの間ただ思ったのが、準備しといてくださいっていうその材料の中にね、石がね、例えばこういうなんていうの、こういうね石、ちょっとちっちゃいですけども石用意してください、石は絶対必要ですよっていうお話をしてて、当然なんですけどもフレーム、石を包む石包みっていうぐらいですから石がないとできない編み方なんですけども、ただね思ったんですけども、普通ねこういう石ってないよね。ないですよね。ねえよっていう話じゃないですか。そんなものねえよってね。じゃあどうすんのかなっていう時に、例えばなんですけども何でもいいんですよ、家にあるもの。別に石じゃなくてもいいんで、編み方っていうのは石じゃないと編めない編み方なのかってそんなことないんで、コインね、これは500円玉ですけども、そのコインでもいいわけなんですよ、家にあるね。編み方は一緒ですから、コインにこの間みたいなね、こんな感じでね包んじゃえばいいわけですよね。例えば記念の、コイン、今年だったら令和2年ということで、令和2年の発行のね、コインがあるんでしょうけども、手元にあるないなんていうのはあるとは思うんですけども、何かこう例えば受験のお守りとか、子供さんの受験のお守りとかっていうのと今年の令和2年っていうのが重なった時に令和2年のねコインなんかでお守りを作ってあげるとかね、例えば2人の記念日が、平成、30年なんで30年のコインで、包んじゃうとかね、なんかそんな感じでコインなんかでもいいのかもわかんないですよね。お守りとしてあげるとか、一つのね、頑張る材料になるとかいうことで、そういうものを包んでもね、全然いいですから、石がなくてもできちゃいますから、家にあるものを何かこう包んでみるとかね、そんな形でもいいんじゃないのかなと思いましたよね。で今日はねブレスレットっていうことでね、これもすごくシンプルです。ビーズを1個だけ入れて、見えるかなね、ビーズを1個だけ入れて、あとは編んでいくっていう編み方で、この間よりも簡単になるんですけどもね、すごく単純なんですけども、ちょっとだけ今日の編み方っていうのはやっぱりコツがいりますんで、今日もね丁寧に説明を入れながらねお届けしたいなと思ってるのと、で今からねお届けするんですが、ただその前にちょっとご質問がありましたので、それにもねお答えしていきたいなと思うんですけども、今日そのブレスレットをお届けするのか、何がね手軽にこう家でできるのかな、自宅でできるのかなって考えた時に、水晶ポイント包み編みっていうね、水晶のこういうね、水晶ポイントを包んじゃおうっていう、これもネックレスにこうやってなるんですけれども、こういうシンプルな動画もね、以前うちにも上げてまして、この動画をもう一回ねお届けしてもいいのかなと思ったんですけど、これもね水晶ポイントなんてないじゃないですか、家にね。蚊帳あるんですけどもないですよね、これもね。じゃあどうするのかなっていうことで思って、今回この水晶ポイントっていうのをだからやめにして、ビーズぐらいならなんか1個あるんじゃないのかなって、極端な話ビーズ石ねでもいいですし、それこそガラス玉みたいなんでもいいですし、何でもいい。穴が開いてりゃ紐が通せりゃもう今日の編み方できちゃいますから、この間と一緒で石じゃないとできないのかって言ったらそういうことじゃなくて、別に何でもいいんですよね。でさっきの話に戻るんですけども、水晶ポイント包み編みをやろうかなと考えたんですけども、石がなおさらないですよね、こんな水晶ポイントなんてね、家に
ということで思って今回はこれはやめにしたんですけども、ただ質問がねこの間この推奨ポイントの作り方でありましたんで、それを少しねお届けしたいなと思うんですけど、またなんかこの動画のねこの辺かな、わかんない、こっちかな、どっちかわかんないんですけども、推奨ポイント包み編みの作り方っていうのも上げておきますので、それもまた見てもらったらいいと思うんですけどね。この間の質問っていうのが本当もう昔の動画になるんですけどね、紐の長さを全体で3メートルご用意してくださいみたいなことを言ってたんですよ。動画の中で書いてたんですよね。で当然それもこの石の大きさによって紐の長さっていうのは変わるんですけども、動画の中で、お届けしてる推奨ポイントの大きさでいくと紐の長さを全体で3メーターご用意しといてくださいねっていう話をしてたんですけども、紐の長さは3メーターなんですけども、この編み方っていうのはどうするのかというと、紐を2本ご用意してもらうっていうことなんですよ。だから3メーターだったら 1.5 メーター 1.5 メーターの紐を用意してもらって、それで、作っていくっていう編み方になりますから、その辺ね、またねこの動画を参考にしてもらって、チャレンジしてもらったらいいんじゃないのかなと思いますよね。推奨ポイント包み編みね、こんな編み方っていうのも過去の動画で上げてますから、この辺にねまたおすすめ動画っていうことで出てると思いますので、それを見てもらって推奨ポイントがある方ね、この編み方を覚えたかったんだよっていう方はね、そこのまたリンクからね、動画を見てもらって、このお時間がある時ね作ってチャレンジしてもらったらいいんじゃないのかなと思いますよね。それではね今日はこういう形でビーズを1個使ってね、昨日頑張ってねいっぱい作ったんですよ。こんな感じでねチャクラカラー7色のチャクラカラーでね、こんな感じで作ってみました。これビーズを1個だけ入れててねじり編みっていうのをしてるんですね。こんな感じでね、まあわかんないですよね全然ね。こんな感じで7つのチャクラを全部、横に並べたらこんな感じでね、ブレスレットで、これもお守りになりますから、ぜひねあの方にあげたいなとか、例えば先ほど言いました受験とかだけじゃなくて、なんか資格とかでもいいし、なんか海外に行くんだみたいなことでも、まあ今の時期はないでしょうけども、なんかそういう時にねちょっとこれつけておいて、お守りになるからねっていうことで渡してあげると喜ばれると思うんですよね。ですごくシンプルですから、つけてても邪魔にならないんですよね別にね。なんかパワーストーンつけてますみたいな感じじゃなくて、本当シンプルでしょ。一つだけポロンとこうつけとくっていうね。で十分石の効果っていうのは期待できますしね、そんな感じでやってもらったらいいんじゃないのかなと思いますので、今日はこういうね、一つの石を使ったブレスレット、ねじり編みブレスレットっていうのをね、実際にやっていきたいと思います。はい、それでは実際に作っていきたいと思いますよね。今回はこういうシンプルなブレスレットですよね。ビーズを一つだけ使ってこんな形のブレスレットを作ってみたいと思いますよね。初めもね言いましたけど、これビーズなんですけれども、別に石じゃなくても穴が開いてれば何でもいいですので、家にあるもので代用してもらってもいいですよね。石じゃなくても OK ですよね。で今回はねこんな形で見えるかな、2色の紐色を使ってます。これはブルーと、薄い茶色を混ぜてね、こういう形の紐を編んでるんですけれども、1色でも別にいいです。こんな感じで単色ですよね。1色で編んでもいいんですけど、今回はせっかくなんでねちょっとアレンジしてみましょうということで2色を使って作ってみましょうということですよね。すごくシンプルですけどね、可愛らしいですよね。先ほども言いましたけどね、こんな形ね。でこれはラピスラズリね、こんな形の石ですよね。これを使って作ってみたいと思いますね。それではね紐の長さに行ってみたいと思うんですが、まずねブレスレットを作る時に紐っていうのはどれぐらいいるのかっていうことなんですけども、自分の手首のねまずサイズっていうものが分かっておかないと、少ししんどいですから、手首のこのねサイズを測っていただきたいんですが、メジャーがあればねすぐこういう風にね何センチだなっていうのね、僕であればどれぐらいですか、16センチぐらいですよね。手首のサイズがね、こういう風にメジャーがあればこういう風に測れるんだけども、家にメジャーがないっていう場合もあるじゃないですか。その場合はどうするのかっていうと、紐ね、これをブレスレットをつけたいところ、この辺につけるかなっていうところに紐をこんな感じでね一周持ってきてもらって、ここまでのサイズを定規で測るっていうことですよね。メジャーがない場合はね、
今回でしたら僕の場合は16センチですから、16センチぐらいということですよね。それでブレスレットの芯なんですが、ここがだから16センチっていうことじゃないですかね。16センチぐらいにしようっていう話ですよね。でここは何なのかっていうと、こう引っ張ってアジャスター部分になるところですよね。こういうふうにここがいりますから、この長さは何センチなのかっていうと、5センチぐらいだと思うんですよね。大体ね、ここがね5センチ5センチ両方で10センチ、そして16センチですから、最低で26センチあれば大丈夫なんですが、芯紐っていうのはね、あまり短いとこうなんていうの、結んだりとか何かするのに作業がすごくしにくいですから、やっぱり最低でも40センチぐらいあればいいと思うんですね。芯紐がね40センチっていう形で今回はね切っていきたいと思いますよね。芯紐をまず40センチ切るっていうことですよね。これを40センチのところで切ると、僕なんかはもう全然ね実際測ったりしなくてもうバーッと切っちゃうんですけども、ちゃんとやりたい方はだいたい40センチぐらいっていうので定規ね測ってもらったらいいと思いますよね。40センチを切るとね。で次に網紐なんですが、今回は2色でいきますからね、2つの紐を用意してほしいんですが、この編み方っていうのはこのビーズの端、ここから半分こんな風に編みます。そしてここの半分、ビーズのここですよね、ここからこういう風に編むっていう、こんな感じで編みますから、まずここの部分ですよね。ここの部分の紐がどれぐらいいるのかっていうと150センチね、150センチを2本っていう形で用意してほしいですね。150センチを2本ね、これも用意したいですよね。150センチを2本ね。この濃いブルーと、これはね薄い茶色でしてるんですが、今回分かりやすいように白い紐でやってみたいと思いますよね。これも150センチ、先ほどの青い紐と同じだけ切ってもらったらいいですよね。150センチということですからね、これで150センチ、これで芯紐と半分のここの紐が切れたっていう形ですから、それをね使って今からやっていきたいと思いますよね。それでねブレスレット作る時にもう一つ大切なのは、ここのね長さね、これが16センチっていうのは分かったとね。で厳密にいくんであれば16センチのうちの手首周りが16センチじゃないですか。ちょっとややこしいですけどね、ついてきてくださいよ。ここ16センチですよね、手首周りが。そしてここのサイズ調節するアジャスター部分が1センチね、1センチですから、16センチから1センチを引いた15センチね、それの半分ということですよね。石の大きさがありますから、もうちょっと細かい話を言えば違うんですけども、大体でいくと16センチ引くアジャスター部分の1センチの、15センチの半分ですから 7.5 センチここから編むっていうことですよね。7.5 センチここから編むっていうことをまず覚えておいてくださいね。だから皆さんも自分の手首のサイズに合わせて、そこから1センチアジャスター部分を引いた半分を編むっていう形で考えてもらったらいいですよね。それでこの間お伝えした道具コルクボードですよね。これにこの間用意してもらったクリップですよね。これで留めますね。こんな形で芯紐が持ってこれたっていうことですよね。で今からここから 7.5 センチ編むっていうことですよね。っていうことですよね。でここにね先にビーズをね入れてもいいし入れなくてもいいんですけれども、ビーズをこんな風にね、今回芯がね1本ですから多分通ると思うんですよね。こんな感じでね、通りますから、まずビーズを入れていただくね。石じゃなくても OK ですけど、穴が開いてるものであれば何でもいいんで、それを紐に通してもらうっていうことですよね。そしてここから 7.5 センチ今から編んでいきましょうっていうことですよね。それではねやっていきたいと思いますよね。今回紐をね2色使いますから、この切っていただいた 1m50 の紐ね、それの真ん中、両方の真ん中ですよね。端を合わせていただいて、それで真ん中がここですよね。ここが 1m50 の真ん中になりますね。2本の紐、これをこんな風にかけてください。 OK ですか。こんな風にかける。
2本の紐を別に結ばないですよ。ここはこういうふうにかけるだけ、ね、こんなふうに2本の紐をかけるだけ。それでこれを新紐の下に持ってきます。ここちょっと分かりやすいようにここから始めますね。これ新紐ね、新紐先ほど切った40センチの紐、半分が20ですからね、その下にこう置く。そしてこの間もやりましたけども、まずどちらでもいいですよ。右の紐でもいいし左の紐でもいいし、どちらでもいいんですけども、僕は左から行きますから、左の紐を数字の4になるように置きます、ね、こんな風に新紐の上にね、左の紐を数字の4になるようにこうやって置く。ここまで OK ですよね。そして右の紐、これですよね。これをここからここにこんな風にここからここに入れる。ここね、ここですよね。ここに入れる。そしてこれを引っ張ってくる。ずーっとね、左右に引っ張ってくる。でここね、2本の紐をこういう風に合わせた時っていうのは少しだけこうコツがありまして、この合わせたところ、ここあるじゃないですか。合わせたところ、これができるだけ新紐の真ん中に来るような感じでここを結びたいんですよ。わかりますかね、言ってること。ここね、どうしてもこれが大きく離れちゃわないように、なるべくこんな風に真ん中ですると、こう紐がこう重なってる部分がわからないでしょ。これここでこうするとどういうことなのかっていうと、ちょっとやってみますよ、実際に。例えばね、白の紐があって、紺の紐があって、これをこういうふうにね、真ん中でもうこれも単純にこうしてるだけですからね。これこうしてるだけですからね、こんな風にしましたよね。でこれをね、どういうことなのかっていうと、下に持ってきますよね。ここにね持ってくると、持ってきて左を4にして、この右の紐をここから入れて、これを左の紐を4にしますね。でこれをここから、やりにくい、ちょっと待ってください。これをこうして左を4にしてね、4にして、この紐をここから入れてこう抜いてくるんだけども、この新紐のできたら中心真ん中で結んでくださいって言ってましたけど、それがねそうじゃなければどうなるかっていうと、例えばダメな例を見せたいんですが、どうしたらいい？例えばね、これぐらいであれば全然問題ないんですが、難しいですね、これね。これでも OK です。で要は何が言いたかったのかっていうと、もっとね紐がね両サイドに寄ってしまうっていうんですか、結び目がね、そうなってくると見栄えが悪いですから、できるだけまっすぐになるような感じで、全然この下でも OK ですよ。これ間違った例を見せようと思ったんですが、全然これ正解でしたね。これでも OK、 こんな感じでも OK ですしね、できるだけ中心でやってくださいということですよね。で今右をこう4にしてもらいましたけど、このねじり編みっていうのはずっと同じ方向に編んでいきますから、初めを、左を4にしましたよね。初め左を4にしたんであれば、次も左を4にするってことなんですよね。こんな風に。そしてやることは同じ。
またここから入れてここに抜いてくるね。ちょっと汚いから切っときますけどね、ここよし、ここに抜いてくるね。で左右に引っ張る。でこれもねコツは一緒で、この芯紐を少しね下に引っ張りながら、僕の場合でしたらこの指で引っ張ってますけど、下に引っ張りながら上に上げる、こんな感じね。でまた同じですよね。左を4ですから、左を4にするね。そしてこれをここから抜いてきてここに入れる。一緒ですよね、これね。抜いてくる。そしてまた芯紐を少し下に引っ張りながら上に上げてくる。ぐーっとね、こんな形。また同じですよね。左を4にする、左を4にする。そしてこれをここから入れてここに抜いてくるね。ずっと一緒です。これまた芯紐を下に引っ張りながら上に上げていくね。こんな感じ。まだこれぐらいでしたらね、この2色の紐がコンビになってるのがあんまりわからないですけれども、このまま不安にならずに進めてもらったら後で綺麗な模様になってますから、よくねこの辺で綺麗な模様になってなくてこのままいって大丈夫なのかなみたいなね思ってしまいますけども、まあまあその辺は安心して、編み方が間違ってなければ綺麗な模様がね後で出てきますから。でこれで4にするね。でここから入れてここに抜いてくる。そしてまた芯紐を少し下に引っ張りながら上に上げる。こんな感じ。同じようにどんどんやっていくんですよ、これね。左を4、そしてここから抜いてくるね。こんな形ですよね。これでずーっと上まで上げてもらうね。こんな形でだんだんこう2色になってるのが分かってきましたよね、これ。そしてまた左を4ね、こんな感じ。そしてこの紐をここから入れてここに抜いてくる。そして芯紐を下に引っ張りながら上に上げるね。こんな感じ、こんな感じ。わかりますかね。こんな同じように左を4にして、そして右の紐をここから抜いて上げてくる。ちょっとおかしいですけど、これを上からですよね。で同じですけどずっと一緒なんですが、芯紐の必ず上に重ねてくださいね。前回フレーム包みの編みの場合は芯紐の下にしたりとか上にしたりとかいろいろありましたけど、今回は全部上ですからね。芯紐の上に4を重ねるってことですよね。こういう風に上に4を重ねる。そしてこれをここから抜いてくる。これずっと一緒です、この編み方はね。で上に持っていくっていう形ですよね。こんな形ね。左を4、そしてここから抜いてくる。こんな形ね。こういう風になっていくっていうことですよね。だからね、だんだん模様になってきましたよね。綺麗ですよね。これ白と青を使ってますからね。こんな形で実際にはね、これちょっとずつね編みながら綺麗にこのねじりの部分をね綺麗にしようと思ったら、ある程度のところで上にねグッと詰めてもらうんですよね、この編み目をね。するとギュッと詰まって硬くなりますし綺麗になりますよね。そんな形で左を上、そして右をこのような形で抜いてくるっていうね。こんな感じですよね。左を上、この中からここから抜いてくる。こんな感じね。でこのまま、7.5 センチでしたよね。編んでいくっていうことですね。ここから 7.5 センチ、ここから少し早送りでねやってみたいと思いますよね。ここからこういう風に抜いてくるっていうことですよね。少し早送りでやってみたいと思います。
これでだいたい 7.5 センチですよね、真ん中からね。もうちょっと余裕を持たせたかったら石の最後から 7.5 センチですから、あと 4,5 回編んでもいいかもわかんないですよね。1回目2回目、そして、3回目4回目5回目ね、これで5編みしましたよね。でちょっと詰めるということですね。新紐を持ってもらって上にぐーっとこうね寄してもらったら詰まりますから、これでどんな感じですかね。ちょっと詰まりましたからあれですけどね、石の最後からでも 7.5 センチぐらいですよね。こんな感じですよね。こんな風にね綺麗になってますよね。こんな感じですよね。2色でブルーと白でね。初め2、3回ね、2、3目っていうんですかぐらいまでは綺麗に模様がね整っていくのかどうなのか心配だと思うんですけども、ずーっとそのまま編み方が間違ってなければ綺麗にこういう風に2色でね、編めますんでね、こんな形でやってもらうと。そして最後ですよね、どうするのかっていうことなんですけど、ここまで編みましたとしたら、この編んでた紐、これね、これはいりませんので前回と同じように1ミリぐらいを残して切ってもらうね。こっちもこの芯を切っちゃダメですよ絶対。芯紐ね、編み紐を1ミリぐらいを残して切るね。切ってライターで、今日は大きいチャッカマンじゃなくてライターですけどね、ライターで、これもライターのね下の方の火を近づけてもらうと溶けますから、それを押し込むっていう感じですね。こんな風にね、こちらもで押し込む。これでもう完成ですよね。これで半分ができたということなんですよね。でここでね先にやっておいた方がいいのがね、最後こんな風にここの処理なんですけども、ここ団子結びで終わらしてもいいんですよ別にね。ここぐにゅぐにゅっと団子結びして終わらしてもいいんですけど、少しアレンジを加えたい時はここにこれはウッドビーズなんですけども、石を入れたりであるとか何でもいいんで、これもね穴が開いてたらいいですから、何かこうアクセントをつけてここね最後処理すると少しこう可愛らしくなったりしますから、それをするためにはどうするのかっていうと、こう真ん中からね石があって7.5 センチ編みましたよということなんですが、大体なんですけども手首にねこう入れるときね、どれぐらいあったら手首が入るのかっていうことなんですよ。広すぎるとどうなのかっていうと、広すぎたときにこのねここのなんていうの、ここの長さがすごく長くなっちゃうんですよ。だからあんまり長くても嫌じゃないですか。ここがねこう締めた時にこの紐がなんかすごい長いとかね10センチぐらいあるとか邪魔ですよね。こう振った時それはなんていうのデザインでそれでいいんだっていう人はそれでいいんですけども、ちょっと邪魔ですよね。あまりこの長さが長いとね、このねなんかこれね、だからここあんまり長くない方がいい。どれぐらいなのかっていうと、これねもう経験からなんですけども、だいたいねすごくこう男の人とかで、手首のねここがすごくがっしりしてるとか、すごく手首がしっかりしてる人っていうのは別なんでしょうけども、だいたいですけども半分が12センチぐらいあったらだいたい入ります。これねもう何万本ってね僕らブレスレット作ってきてると思うんですけども、その経験からですけど、だいたい半分から12センチぐらいあったら入ります。石からでもいいし、石の真ん中から12センチでもいいし、石の後ろからでもいいですけど、石の後ろからでいきましょうか。ここね石の後ろからここ10人のところ合ってますよね。石の後ろからね、これ8ミリのビーズですからね。ちなみにね12センチだからここぐらいを結び目をつけといてほしいんですよ。ここに別に何センチ12センチじゃないと絶対ダメなのかって言ったらそんなことじゃないんだけど、さっき言ったみたいにこう結んだ時にここがねブラブラすると多分邪魔だと思うんで、12センチぐらいのところに結び目をつける。もうこれ大体でいいですからね。この辺に例えばよいしょね、こんな感じでこれで12センチでしょ。ここわかります？このちっちゃい結び目こんな感じね。
綺麗になりましたよね。12センチ。ここぐらいで結び目をつけ取ってもらったらいいんじゃないのかなと思うんですね。これでとりあえずは出来上がりですね。半分はこんな形ね。だから芯紐を今回でしたら40センチ切ってもらってね、その半分のところに石を入れてもらって、そこから僕の場合でしたら手首が16センチですから、そこからね、こう調節するアジャスター部分、ここが1センチだとして考えると、あまり長すぎてもこれも変ですから、まあ1センチぐらいがいいと思うんですよね。1センチ以下だとまたね頼んなかったりしますから、だいたい1センチぐらいでいいと思います。16センチのうちの1センチがアジャスターですから、実際に編む部分は15センチってことですよね。15センチの半分ですから、今回は 7.5 センチを編んだってことですよね。まあこれは手首の大きさによってね変えてもらう必要があるんですけど、 7.5 センチ。そして石の後ろから結び目をつけるところが約12センチってことですね。ここまで半分終了ですから、同じようにここをねまた 7.5 センチを編んで、そして全体ね、この石の後ろから12センチのところにまた結び目をつけるっていうことですよね。ここまでねやっていきたいと思いますよね。まず紐をね切っていくところからですよね。また同じように編み紐は150センチですから、今回でしたら青の紐ね、これを150センチ、そして白の紐を150センチということですよね。白の紐を150センチね、切りましたよと。でそれの紐のちょうど半分ね、半分がここですからね、この紐と紐をこのような形でちょうど半分のところで重ねてね、それを次はここからですから、芯紐の下に持ってくる。こんな風にね、芯紐の下に持ってきて、そしてまた左の紐を4にするね、右の紐をここから入れる。そしてこの中心ができるだけ、このね中心、この2つの重ねたね、この中心が芯紐のできたら真ん中に来るような感じで結んでもらうってことですよね。大体でいいですけどね、あまり大きく外れなければね、こんな風に真ん中でね、それを上にグッと詰めていただいて、ここからまたね 7.5 センチ編んでいくっていうことですよね。左を4にしてね、必ず芯紐の上に置いてくださいね。編み紐ね、ここからこれをここに入れてくるってことですよね。そして抜いてきてグッと締めるね。で今度はねもう石を入れてますから、ここがあんまりこういう風に開いてしまうとおかしくなりますから、ここはねきっちり上に詰めていただきたいんですよね。そしてまた左を4に、この紐をここから抜いてきて、そして上に詰める。ここはぐっと上にねくっつけていただくっていうことですね。でこのまま 7.5 センチ実際にねやってみたいと思いますよね。
こんな形でこんな感じで今編んできましたよね。でこれで長さが 7.5 ぐらいですよね。真ん中で見てもらうと分かりやすいと思うんですけどもね、だいたい同じような感じですよね。これでできたっていうことですね。ここまでで一応終了ですよね。こんな形で2色に編むとね。でどうしてもねじって言ってますから、最後はね少しこういう風に整えてもらう必要があると思うんですけれども、向きをね綺麗に合わせてもらうというかね、こんな形ですると綺麗ですよね。こんな風にね。で最後は先ほどと同じような形でここを1ミリぐらいね残していただいて、両方切るということですよね。この編み紐は絶対切らないようにね気をつけていただくっていうことですよね。で燃やす時もこのままね火をつけてしまうとここに火がついてしまう可能性がありますから、これをね少し横に寄せていただいてつけるということですよね。でこれで出来上がりですよね。同じように12センチのところね、だからここですよね。先ほどのチョボと同じここにねまた同じようにチョボを作りたいと思いますよね。結び目をねここですからね、だいたい同じようなところに、わざとね長さを変えてしまうっていうのもありだと思うんですけどね、こんな形でだいたいね、ちょっとずれてますけど、こんな形ね、ここで、結び目をつけるということですよね。でここでね今回はウッドビーズをね先ほども言いましたけどもちょっと入れてみたいと思いますから、ウッドビーズこれね小さなウッドビーズなんですけれども、ここまでねちっちゃくなくてもいいと思うんですが、このウッドビーズを入れたいと思います。でよくこういうちっちゃいウッドビーズっていうのは中がね詰まってることがありますので、少し中をきれいに抜いていただいてこれを入れる。このエンド作るのはね後でもいいんですけれども、先にやっといた方が絶対楽ですから、もう最初のうちに出来上がった段階でウッドビーズを入れるね。でウッドビーズが先ほどのね作ってもらったチョボでこうねここで止まりますから、止まったら今度は抜けないように上からも団子結びでできるだけこのビーズの際でね止めれるように、この際でねこんな感じで止めてもらうってことですよね。こっちも同じね、詰まってる場合がありますから、少しこうねきれいに抜いていただいてね、で先ほどのところでまた止まりますから、同じようなところでまたキワキワでねこう結び目を作っていただいて、でここをねまた1ミリぐらい残して切るね。これをライターでまた留めてあげるね。これでアジャスター以外は全部完成した感じですよね。全て完成です。これであとはアジャスターだけ作ればいいということですよね。アジャスターというのはこの部分ですよね。この部分ね、この部分を1センチ編むっていうことですよね。これで一応アジャスター部分以外は完成ということですよね。こんな感じでね、こんな感じのブレスレットですよね。で今からアジャスターを紺の紐でやってみたいと思いますけども、アジャスターも今回紐は40センチね用意していただいて、この紐切った40の紐を真ん中でね折り曲げていただいて、こんな風にねこんな風な感じでね、でここの真ん中ここですよね。ここからね少しだけややこしいですけれども、ややこしいっていうかめんどくさいんですよね。この
この2つの紐をこういうふうに重ねていただきます。こんなふうに、わかりますか？ここで、ここを今から編んでいくっていうことですよね。こういうふうに重ねていただく、ね。この向きとかはね、これはもうどっちでもいいです。ただ単に2つをこういうふうに平行に並べてもらうっていうことですよね。ここにね、こういうふうに、ここを先ほどの切った40センチの紐の真ん中を下から持ってきますね。こんな感じ。これ置いてもいいんですけどね、僕はこれ空中戦でやってますから、こんな感じでね、ここ持ってたらいいと思うんですよ。でこの上にまた同じように数字の4になるような感じで置いてもらって、ね、先ほどと一緒ですよね。これを下から入れてくる、ね、ここに入れてくる。ちょっとここやりにくいかもわかんないです。難しくはないんですけど、やりにくいっていう話ですよね。こうね、一発できちゃうとあとはもう別に難しくないんですけど、こんな風に一回結んじゃえばあとは大変なことないんでね、結び目ができました。でこのね締め具合なんですけど、あまりねギュッとこう強くやりすぎるとアジャスターがこれ開かなくなりますから、そこまで力は入れる必要がないんですが、緩すぎるともうガサガサなってしまって、全然この何ていうの、この抵抗がなくなりますから、少し力は入れていただいた方がいいですよね、ここはね。で先ほど左を4にしました。今日はねじり編みなんで左を4にするとずっと左を4にしてたんですけども、今はこれ平編みと言いまして交互に編んでいきます。左を4にしましたから今度右を4にします。こんな風にね、そこに同じようにね、この紐ここからここに入れてくるね。で左右に引っ張る。これちょっと今見えにくかったんでややこしかったかもわかんないですね。もう一回ゆっくりいきますね。今右4しましたよね。今度左4です。こんな風に、全部の上にこの紐をこういう風に重ねます。こんな風に重ねます。重ねてこの紐をここからこの紐をこう持ってきて、ここからここに入れる。ここ入れて左右に引っ張る。わかりますか？これこんな感じ。ちょっとややこしいかもわかんないですよね。もう一回いきますね。今度右ですよね。右を4にするね。ここまでは OK ですよね。こうなってるってことですよ。今右を4にした。次この紐をこう入れるってことです。いいですか？もう一回いきますよ。こうでここに入れるね。で左右に抜いてくる。こんな感じ。これが平編みという編み方ですよね。こんな感じね。今度は左ですから左を4にするね。こんな感じですよね。この紐をここからここに入れるね。ここからここ OK かなね。こうなってますよね。トンボみたいですけどね、なんかね、上から見るとね、こんな感じ。ここからここよ、ここ、そして左右に引っ張る。これを1センチぐらいね。あと2回ぐらいやりましょうか。今度左ですよね。左にするね。これをここから入れてここに入れるね。今度右ですから右を4にしてこの紐ね、こう持ってき
て、ここね、ここ分かりにくい方はこうゆっくり、スローモーションで見てもらったらいいと思いますよね。こんな感じね。最後もう一回だけいきましょう。ここね、こうして、これ下に置いてないですからちょっとやりにくいですけど、これももう慣れていただいたら全然なんてことはないんで、こんな感じね。でこれで1センチぐらい編めましたので、最後ちょっとギュッと力を入れて締めていただいて、ここをまた1ミリですよねぐらいのところで切るね、切る。そしてここね、この出てるやつをまた押し込むね。これもね、この紐が、新紐が切れないように少しどけていただいて、近づけて押し込む。これでできましたよね。こんな感じね、こんな風に。でここはねじり編みでしてきて、ここはなんでねじりじゃないのという話なんですが、このアジャスター部分はね、いろいろやってきたんですけれども、ねじり編みでするよりも平編みでした方が安定感があるというか、後々持つというか、こうなんか締めやすかったりもするんで、ここは平編みでいいんじゃないのかなと思いますよね。別にここもねじり編みでも構わないんですよ。構わないんだけども、平編みの方が、止まりやすいというかしっかりするんで、ここは平編みで編んでます。こんな感じ。これで出来上がりですね。こんな形でブレスレットね、可愛らしいですよね。でこれを左右に引っ張るね。12センチ、このちょぼまで12センチでしたけど、これで僕でもなんとかね、こうそんなにストレスなく入るんで、こんな形でね入れていただいて、そしてこんな感じですよね。シンプルですけどもね、いいですよね。1個だけシンプルにビーズ1個ですから何本かつけてもいいと思いますしね。右手で字書く方、右利きの方でも、これぐらいであれば全然邪魔にならないですよね、別にね。でもう少しこう、今結構パンパンですけども、もう少し余裕を持って作りたいんだっていう場合は、今回真ん中から 7.5 センチにしましたけども、もう少し僕の場合でも8とか9でもすると、もう少し余裕があってね、こんな感じでつけれたりしますよね。もうその辺もお好みでしてもらったらいいと思いますし、別に今日の感じでもここをね緩めていただいたら済むことですから、こんな感じでゆるーくつけてもらうこともできるし、締めていただくとピタッとねこうフィットさせて、細くてちっちゃいですから、ピタッとフィットしててもかっこいいと思いますよね。こんな形であれば男の人でも全然 OK ですし、ね、女性はもちろんね、男でも全然いいですよね。で黒い紐なんかでやると、こんな形でやるとね結構渋くできますから、それこそ男でも OK だと思いますし、女性でも全然 OK ですよね。よいしょ。これ黒と茶ですよね。これね、こんな形で天岩石ね、こんな感じでいいですよね。こんなの全然男でも OK ですよね。こんな形でね、できますから、ぜひねまたこの動画を見て、チャレンジしてもらったらいいというのと、あとね前回も、YouTube を見ていただいた方に限定でっていうことでね、お届けしてましたけども、今回もありますので、今からねそれをお伝えしてみたいと思います。はい、今日はこういうブレスレットね、シンプルですけどもビーズを一つ使ったブレスレットということで、簡単にねできますから、ぜひね自分だけじゃなくて誰かにプレゼントする時にもね、この動画を見てチャレンジしてもらったらいいんじゃないのかなと思いますよね。でそして今日はね前回同様、この YouTube をね見ていただいた方限定ということで、何かね特典ということで、お届けしたいなと思っておりまして、今回はこのブレスレットのねキットね、そのまま作れるキットをお届けしようというか、皆さんに、提供しようと思っております。で今回ご用意した石はね7色ねご用意しております。黒の石、そしてオレンジですよね、オレンジの石で、これ全てチャクラに対応してますから、第1チャクラが、黒の石、これ天岩石ですよね、真っ黒系の石、お守りにもなりますから、こういう石と、そしてオレンジの石ね、カーネリアンですよね、オレンジの石、そして3つ目
グリーンですよね。これはフローライトになってます。グリーンの石で、4つ目がピンクね。これはオパールですよね。コモンオパールと言いまして、有色効果が出ないオパールなんですけども、ピンク。そして5つ目がブルー。これはアパタイトという石ですよね。ブルーの石。そして6つ目が先ほど動画でも作ってましたラピスラズリっていう石ですよね。ラピスラズリね。で7つ目がマグネサイトという白い石ということで、7つの石を用意して、でそして今回はね、石だけじゃなくて紐もうそのまま作れるように紐も一緒にして、そしてビーズと紐と最後のアジャスター部分のウッドビーズも入れて、もうこれ一つでこのブレスレットが、今日お届けしたブレスレットがそのまま作れるようになってますからね。紐ももうそのまま今日お届けした新紐が40センチ、アジャスターが40センチ、そして網紐が150センチが2セットということで入ってますから、もうそのままこのブレスレットがこのキット一つで作れるようになってますからね。このキットを今回は、送料も、消費税も全部込みでなんと350円ということでね、破格でお届けしたいと思っておりますので、ぜひね作りたいなという場合はどんどんお問い合わせの方をいただいたらいいのと、あとこのキットの方はね、ネイチャーサポートのホームページの、DIY の動画をね、ご紹介しているページが左のメニューの方にありますから、その動画のページの中にこのキットをね、購入できるようにしておりますので、ね、まだできてないんですけどね、しますので、ぜひそちらから購入いただいたらいいんじゃないのかなと思うんですよね。お値段は350円ということで、そして送料も、全て含まれてますから。ただね、お支払いに関しては基本的にはお値段がお値段ですから、振り込みしてもらうと振り込み手数料の方が高くなってしまいますから、もう基本的にはもうペーパル決済のみということで、それ以外のね決済しかできないんだよという場合はまたねご相談いただいたらいいんですけども、基本的にはペーパルで決済していただいて、そして普通郵便で送っちゃいますから、もう次の日に着くとか、時間指定とかもうそんなのはできないんですから、郵便ポストに届く普通郵便で送りますね。でもうシンプルにこのキットだけを封筒に入れてポロンと送りますから、もう届いたその場からもうすぐにねこの動画を見て作れるようになってますから、もうレシピも入ってませんからね、もうこの動画を見て作ってもらうということが前提でね、このブレスレットが作れるようになってますので、ぜひねなんかしたいなとか、このブレスレット作りたいなと思った方はね、ネイチャーサポートの、左側のメニューの DIY 動画、この YouTube の動画が全部入ってるページがあるんですけども、その中に、7つのね石のブレスレットがすぐ作れるキットっていうものをご用意しましたから、そちらからね、購入していただいたらいいんじゃないのかなと思いますよね。で今回は7つの石とで紐ももう固定でねしてるんですけども、もうその紐の色はもう嫌だとね、もっと違う紐の色はねえのかっていう場合はなんかお問い合わせいただいたら違う紐でお送りすることもできるし、お値段はもしかしたら変わってしまうのかもわかんないんですけども、こんな石ないんですかとかね、こんな色のもっと別の石ないんですかっていう場合はまたそれもね別でご相談いただいたら、それをね個別に対応していきたいと思いますが、基本的にはもう、7つの石で7色のブレスレット、詳しくはねオンラインショップ見ていただいたらいいんですけども、それでお届けできるようにしてますから、この動画をね見ていただいた方はそちらから購入いただければ今日のブレスレットがもうそのまま作れますんでね、ぜひそちらから、チャレンジしてもらったらいいんじゃないのかなと思いますよね。はい、今回こんな感じなんで、今日もね長くなってしまいましたけども、ぜひねこれからねマクラメを始めたいんだとかね、何か新しいことを始めたいなとか、新しい趣味に何かしたいんだっていう場合はね簡単に始めれる動画になってますから、この動画を見て、チャレンジをしてもらうっていうことと、また同じようにねこれからもねこのような形でもう本当にこれから始める方向けっていうね、もうすでにできる方っていうのはもう全然こんな動画ねもう参考にならないもう動画になっちゃうんで、もうどんどん別の動画を見てね、チャレンジしてもらったらいいんですけども、これからやりたいんだとかね、まだなんかうまいこといかないんだよねっていう方はね、ぜひこの動画を見てもう一度ね、チャレンジしてもらったらいいんじゃないのかなと思いますよね。今回そんな感じなんで、また次回ね簡単な動画をお届けしたいと思います。ありがとうございました。